こんばんは。今日はケユカと無印とダイソーでいろいろ買ってきたので、それを紹介したいと思います。ではまずはダイソーで買ったものからです。ラッカースプレーです。でこれは何に使うかというと、私が使っていたデスクがあって、それをおいちゃんと同棲し始めて、おいちゃんもね仕事机が必要だからって言って、私のをおいちゃんの仕事机に使ってもらって、で私は新たにドレッサーを買って、そこでメイクとかしたりしてたんですよ。でもやっぱり絵日記とかスケジュール帳とかを書く専用の机が欲しいなってずっと思っていて、でそしたらおいちゃんが新しくデスクを買うことになったので、おいちゃんが使っていた私の机をまた元に戻してっていう感じになりました。でその机いざ使おうって思ったら、買ってから何年か経ってるのでちょっと塗装が剥がれてたりしてたんですよ。だから明日ね、これでスプレーをして塗装が剥がれたところにスプレーをかけてみようと思って、これを買ってみました。最初はねペンキで塗ろうかめっちゃ迷ったんだけど、結局スプレーで試してみることにします。もう一つショックなことがあって、机の角が四角くてぶつかったりしたら危なかったので、ダイソーで買った角に貼るシリコン製のものを貼ってたんですよ。そしたらそれにぶつかっても全然痛くならないからって言って貼ってたんだけど、それを剥がしたら白い部分まで一緒に剥がれちゃって、そういうこともあったから、もう明日新たに生まれ変わらせようと思います。どんな感じになるか完成が楽しみですね。で次がこちらです。これは粘着ゲル両面テープっていうもので、これ使ったことある方いますかね。結構有名なのかな。私こういう商品買ったの知らなくて、おいちゃんから教えてもらったんだけど、強力な両面テープなんですよ。マスキングテープみたいに好きな長さにして、それで貼り付けたら本当にね全然びくともしないぐらい強力につけることができるんですよ。 DIY が好きな方とかはおすすめです。最近フロス買ったんだけど、そのフロスを浮かせたくて、洗面台の鏡の裏のところにこのテープを使ってケースを貼り付けたりもしました。で剥がす時はゆっくり剥がせば剥がれなかったので大丈夫そう。でも何年か経ったらもしかしたらこの壁の素材とか一緒に剥がれちゃいそうですね。でも接着に適さない素材で、布とか壁紙、表面がデリケートな和紙、劣化した紙類など、そういうのはあまり適してないみたいです。だから十分に注意しながら使うのが良さそうです。で、じゃあ次はケイカで買ったものです。じゃじゃん。これお椀を買いました。実は私これもうすでに持ってるんですよ。一つ持ってて、でもう一つ違うお椀があって、それはどこのだったかな、ちょっとどこのか忘れちゃったんだけど、一人暮らしし始めてずっと使ってたお椀があったんだけど、塗装が剥げてきちゃったりとか使い古した感が出てきたので、もうそれは処分して新しいのを買おうかなって思ってて、でずっといろんなお店とかでお椀を見てたんだけど、結局今持ってる同じタイプのものを買いました。これはこれでね丸っこくてすごく可愛いんですよ。ここが滑らかになっていて、使いやすかったのでまたリピして買いました。金額は880円ですね。ほっこりワンっていう名前。ほっこりする見た目かわいい。これの黒もあったんだけど、結局今持っている同じ色にしました。次が無印での購入品ですね。デスク内整理トレイ3っていうもので、ドレッサーを私持ってて、でその引き出しの中を整理したいなって思って、最近使わなくなったメイク用品とかを捨てたりとかしてたんですけど、それで量自体は減ったんですよ。リップとかブラシとかアイブロウとかがごちゃ混ぜになっちゃうので、これを使ってちょっと整理してみようかなって思いました。でも今日何も測らずに買いに行っちゃったんですよ。いつもだったら引き出しの中をちゃんと測って何センチから何センチのものを買おうとかって決めてるんだけど、もう今日は引き出しにこうやって手を入れて、だいたいここの線ぐらいまでの奥行きだったら大丈夫だなっていう感じで決めました。だからちょっとねこの一つしか買えなかったです。次はちゃんと測っていこうと思いました。でもとりあえずこれを入れて、この上にリップを入れていく予定です。で本当はリップを立てられるみたいな無印でこういう商品があるっていうのを見たんだけど、私が今日行った無印ではその商品が置いてなくて、本当は本命じゃなかったんだけど、とりあえずこれを買いました。ここでまだちょっとは取りやすくなるかなって思います。
でも無印のこういうトレイ大好きで、私引き出しの中とか本当はちゃんとぴったり測ってシンデレラフィットするものを買いたいんだけど、その第一弾これということで一つだけ買いました。はい、で次はこれです。これはね、私のじゃなくておいちゃんのですね。もうついでに一緒に紹介しようと思って、蓋付きマグカップっていうものです。でこれは私がおいちゃん買いなよって言って勧めたものなんですけど、なんで勧めたかというと、ちょうど今日の朝タイムリーでおいちゃんがね、デスクの上でお茶をねこぼしちゃったんですよ。こういう蓋がない普通のマグカップにお茶を入れてて、肘が当たったのかな、そこでこぼしてですぐティッシュで拭いたからよかったんだけど、コーヒーじゃなかったのも良かったなって思って、これがコーヒーだったらね、机にもシミが残っちゃいそうだし、そこはまだ良かったですね。だから無印でこういう蓋付きの飲み物を見つけたから、これだったら安心だよっていうことで買ってました。こんな感じで、中にちゃんとねメモリがついてるんです。400、300、200、100ml って言って、で色も可愛いですよね。ここでしっかり蓋をして、飲む時はここをずらして、こんな感じかな、飲むスタイルです。色は黒とシルバーのものがありました。これだとすごく安心ですよね。コーヒーとかカフェラテでも倒したらね、一瞬あーってなりそうだけど、蓋してることによって漏れがなさそう。あったとしても最小限に抑えてくれそうなものです。私も一度カフェラテを机にこぼしちゃったことがあって、下のコードとか配線があるところにまでこぼれちゃったから危ない状態になったことがあったけどね、そういうことが心配っていう方はすごくいい商品なんじゃないかなって思います。これで2000円くらいですね。で最後はこちらです。じゃじゃん、磁器リムオーバル皿中 M サイズですね。これね、私めっちゃ迷って10分ぐらいかな、10分15分ぐらい店頭で迷ってました。無印で食器を買うことは今までそんなになかったかな。コップぐらいかな、買ったことがあるのは。こういう形のお皿めっちゃ可愛いなって思って、すっごい悩んだんですよ。もしネットでこれよりも可愛いのあったらどうしようとかいろいろ考えたんだけど、でもこのシンプルさがいいなって思ったから買ってみることにしました。で食洗機対応で電子レンジも使えるみたいです。サイズ的には横が24センチで縦が16センチのものですね。であと今日の夜ご飯がちょうどパスタを作ろうと思ってたところだったので、もう本当にパスタが合いそうなお皿を見つけて嬉しい。あとはサラダとか乗せても美味しいだろうし、カレーとかね、ワインのおつまみにちょこちょこちょこってチーズとかハムとかここに並べるだけでもすごい可愛くなりそうです。これまだ使ってないけどもうすでにお気に入り。食器はもうできるだけ増やさないでおこうって思ったけど、これはね買っちゃいました。しっかり2つ買ってます。横長の食器欲しかったんです。このお皿はねこれからたくさん使っていきたいと思います。嬉しい新しいお皿。金額は1000円くらいだったはずです。1000円いかないくらいかな。今日無印で食べ物系は買わなかったけど、無印のチョコの中にキャンディーが入っているみたいな商品があって、それすごく気になってました。でも結局買いはしなかったけどね。はい、こんな感じで大満足な購入品紹介でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。